キッチンからこんにちは。お元気ですか？こんにちは、まきこです。今日はちょっとキッチンを明るくするような小物入れをおしゃべりしながら編みたいと思います。キッチンの上にこうしてくるみだとかローズマリー、ハーブだとか塩だとかっていうのがバラバラしてるので、小物入れっていうかお皿、お椀なんていう風に器みたいな、そういうものを編んでいこうかなと思ってます。もうちょっとずつ春ですよね。気温が暖かくなってきましたよね。春になると何か作りたくなる意欲がまた湧きますよね。皆さん何か作られますか？私は春といえば長女の誕生日が控えてるので、それで何か作ろうかなって。何がいいかな。長女は白いブラウスが欲しいって言ってるので、ボタンのねスタンダードな白いブラウスが欲しいって言っているので、そのブラウスだとかね、編み物もちょっとできるようになったので、付け襟とか編んでも白いブラウスに付け襟をプレゼントしてもいいかななんて考えています。手持ちの編み物の本の中から今日編む小物入れにいいものはないかなと探しているんですけども、これも可愛いんですけど、やっぱりこれがとってもちょっと気になってるんです。お花、チューリップみたいな入れ物になってる。この下の部分だけ真似して小物入れ今日は編んでいこうかなって思っています。毛糸はこの間買ってきたんです。なんかキッチンなので元気な、ちょっと蛍光っぽい元気な色を使いたいなと思って、ほらちょっと元気ですよねオレンジと黄色と緑、本当は蛍光っぽいピンクも欲しかったんですけどなかったので、この3色使わないかもしれないけど念のためピンクも控えておこうかなと思います。ではこれで編んでいきます。パッと編み図を見た感じ、そこは全部細編みで編んでいくんですね。はい。かぎ針は 5.5 ミリのちょっと太めのもので編んでいきます。さて、皆さんは好きな色だとか色の組み合わせだとか、はたまたこういう雰囲気が好きだなとか、そういうものってありますか？なんとなくわかるけど自分でもよくわからないな、私の好きなものってなんだろうっていう人もいるかもしれないですね。で、私はチャンネルを普段見てくださっている方はご存知かと思うんですけれども、レトロなちょっと懐かしいものだとか色合いだとかそういうものが好きです。でもですね、今はね分かってるんですけど、若い頃は気づかなかった、分かんなかったんですね。これがなんとなく好きなものは分かる気がするけど、いざお買い物に行くとこれじゃないような気がする。でもこれが好きなのかなって結局分からないままずっとお店をぐるぐる回ったりだとか、そういうことが多くて、自分は何が好きなんだろう、どんな色が好きなんだろうって思ってた時があったんですね。まだ全然自分でも編み物だとか縫い物、洋裁とかする前の時の話なんですけど、で自分の好きなものってなんだろう、よしちょっと探ってみようと思っていろんなドラマとか
見たり映画とか見たり雑誌だとか、自分がこれいいなと思ったり、このお部屋すっごく落ち着きそう、好きだなっていうものをひたすらスクラップして紙に貼り付けたりしてファイルにしていったんですね。でそのファイルもカテゴリーごとにお洋服だとかインテリアっていう風に分けてまとめていたんですけれども、でそのインテリアのファイルある程度たまったものを見返していて、はって気づいたんです。分かった。私の好きなものの大元っておじいちゃんおばあちゃん家だって気づいたんです。私が幼かった頃はまだ昭和だったので、今レトロって可愛いとかって言われているものはギリギリリアルタイムでまだ生きていた時だったんですね。で祖父母の家はどっちも母方も父方の祖父母のお家も平屋で縁側があって、でそんなに大きくないけれどお庭があってっていうお家でした。で改めてそのスクラップした本を見返してみると、籐のタンス、竹のかご、あと畳、木のテーブル、そういったものであふれていて、そうか、私はおじいちゃんおばあちゃん家が好きだったんだな、そういうのが好きなんだなって改めて分かったんですね。それに加えて私男はつらいよシリーズが大好きで、ちょっと海外の方を見られてるのでわからないかもしれないんですけど、日本のとっても有名な映画のシリーズで男はつらいよとかも大好きだったので、そこに出てくるマドンナの服とかそういうのもなんていうんですかね、柄は結構昭和って派手だったり奇抜なデザインだったりするんですけど、形はとってもシンプルですっきり着ている、そういうのがすごく素敵だなって思っていたので、そこでも私の頭の中の私の好きなものって何なんだろうっていうバラバラだったパズルのピースが全部ピタッてそこで揃いました。だから今もしまだ自分の好きなものがわからないなって思っていらっしゃる方がいたら、ぜひスクラップすることをおすすめします。好きだなっていうものをとにかく集めてみると、自分の好きな傾向だったりルーツだったりそういうのがわかると、お洋服だとか毛糸で何か編む時だとかの色選びのね参考になったりするかもしれません。私もねレトロ柄好きなので、3色で何か編もうかなと思った時は好きなお花の柄3色、これを使ってるからこの3色にしてみようかなとか、そういう感じで色を決めることも多いです。はい、そろそろね細編みだけで増やし目していきながら円を編んだ底の部分が編み上がりました。細編みだと時間がかかりますよねちょっとずつ進んでいくから。でも編めました。そこが少し休憩でお茶を入れたいと思います。
今日はミルクいっぱいの温かいラテにしてみました。ほっと一息しますよね。さあこれからどうやって編むのかなとちょっとチェックして、これで細編みをまた同じ段数編んで、その後チューリップの葉っぱチューリップって編んでいくみたいですね。自分の好きなものがこれだって分かってから、祖父母のお家の中が写っている様子がよくわかる自分の子供の頃の写真などを集めて絵に描き起こしたりしました。こんな感じでね、家族みんなボンクレ正月集まってご飯を食べたり、決してね大きいお家じゃないんですけど、こういう風な感じのお家で、だいたい夏はヘチマなどを育ててこう植物の葉っぱを這わせて日陰を作ったりだとか、とっても懐かしいですね。またこのお家に行きたいな。で、私の部屋に今ある家具とか食器とかっていうのはもう祖父母のお家にあったようなものばかりなんです。あんまりねプラスチックのものがなかったかな。そういう自然のもの、陶とか木とか竹とかそういうので作ったものがとても多かったです。だから落ち着くのかな。今日本でも畳のお部屋って少ないんですかね。新築のマンションとかだともう全部フローリングのねお部屋だったりしますよね。寂しい。私ね畳のお部屋が大好きで、うち今アメリカのお家なんですけども、日本で畳を買って一つお部屋和室みたいにして、でそこにお布団を敷いて寝てます。そこだけ見るとねアメリカじゃないみたいなんですよ。編み物の途中なんですけど、ちょっとリクエストをいただいたのでミニキッチンツアーをしたいと思います。これがね私が持っている昭和レトロなコップたちです。このコップはね祖母のお家に同じものがあったので、それを飲みの市で発見した時につい購入してしまいました。可愛いですよね全部ね。だいたいね大阪だとか京都の飲みの市で購入したものです。過去にもねその飲みの市に行ってる時の様子のビデオなんかもあるので、リンクを貼っておきますので、ご興味ある方はちょっと覗いてみてください。これは箸立てなんですけど、もともと真っ白の普通の箸立てにこのアジサイのレトロなシールを貼ってあります。貼って剥がせるシール、祖母のお家にねこういう箸立てがあったんですよね。懐かしくて自分も作ってしまいました。これも飲みの市で買ったかわいいレトロなポット、鍋ですね。レンジの上にははぎれで作った鍋づかみとか鍋敷き。これはね飲みの市で買ったタッパー、すごく作りがいいんですよね。すっごい使いやすくて大好きなこのタッパーともう一つこっちはお菓子とかクッキーとかマフィンとか作った時にこの中に入れて蓋閉めて置いとくっていうのにいいかなと思って買った入れ物です。ね、これもレトロで可愛いですよね。はい、ということでミニキッチンツアーでした。編み物に戻ってきました。ちょっとねお椀型っていうか筒状に縦に伸びてきましたよね。ここから緑の毛糸に変えてお花の葉っぱを編んでいきます。葉っぱは長編みを1個編んで、鎖編みを編んで、もう1個長編みを編んでっていう長編み鎖編み長編みっていう3つのセットを下の段の1目に編むとパッと開いたような葉っぱに編めるですね。すごい面白い、こうやって葉っぱって編むんですね。で隣には2目飛ばしてまた長編み鎖長編みって編んでいくっていう感じですね。ここまでねずっと細編みを細
こま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 編んでたので、いきなりこうぐんぐん進むみたいで楽しいですね。色も変わって、なんかここだけ見ると人参みたいな色合いですね。こんな感じで2目飛ばして長編み編んで、鎖編みを1個編んで、長編みをもう1回編むね。葉っぱですね。ちょっとこのままね高さを出していくとふにゃんってなっちゃいそうなので、高さがある深い小物入れっていうよりはお皿みたいなお盆みたいな小物入れにしようかなって思ってます。はい、葉っぱが全部編めました。人参が並んでるみたいで、これはこれで可愛いですね。次は長編み4目のパプコン編みっていう編み方で、いよいよお花を編んでいきます。長編みをね1,2,3,4回していきます。今1個目編めて、次が2個目で、次が3で4個長編みが編めたら1回抜いて、1個目の長編みの頭に刺して、今抜いた目を引っ掛けて引き抜く。これが長編み4目のパプコン編みです。で、可愛いですね。本当にチューリップみたい。お花並ぶとキュートですね。お花の段が編めたので、またオレンジの毛糸に変えて細編みを編んでいます。この細編みをぐるりと編み終わったらおしまいにしようかなって思ってます。今日はね祖父母の話をしたので、たくさんいろいろ思い出してしまいましたね。うちのね祖父は結構何でも作る人で、お家もねここに屋根が欲しいなって祖母が言ったらもう屋根作っちゃったり、花壇作ってしまったりね、はたまたなんかある時お家に行ったらいきなりお家のね壁が全部緑色になってた。ペンキでね全部塗っちゃうんですよ、おじいちゃんそういうね面白い人でした。で、私たちもお庭で木を切ってトンカチトンカチして本棚を作ったり DIY ですね。私祖父にそういうところ似てるのかな今ちょっと思いました。皆さんのおじいちゃんおばあちゃんはどんな方でしたかね。どんな風に影響を与えているのかね、自分にわからないものですね。はい、できました。嬉しい。早速キッチンのくるみやお塩やハーブたちを入れてみました。これがあるだけでパッとキッチンが明るくなりましたね。はい、よかった。無事にできました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この後少しおまけの動画もあるので、ぜひそこまでご覧いただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。